材料表面に薄膜による被膜を形成する技術は、私たちの身の回りで日常的に利用されています。例えば、切削工具に窒化チタン薄膜を蒸着し、耐摩耗性を向上させています。また、自動車のボディに塗料を重ねて塗膜を形成し、紫外線や雨による損傷を防止しています。これらの薄膜の評価は、厚さ、機械的な強さ、断面構造などが利用されます。厚さはカロテスト、強さはスクラッチ試験やビッカース硬さ試験などで測定することが一般的です。断面構造は電子顕微鏡により得られますが、その断面像は単なる外観写真であり、機械的な強さは不明です。これらの項目を一つの試験で同時に評価できる新たな技術、それが IMSE です。はじめに IMSE 法の概要を説明します。IMSE 法は MSE 試験データを入力し、断面微細構造の可視化画像を出力します。微細構造は局所的な機械的強さであるエロージョン摩耗速度により記述します。エロージョン摩耗速度は MSE 試験データをスライディングウィンドウ回帰分析することで推定します。得られたエロージョン速度は離散的なサンプル値であることから、出力画像解像度に合わせて平均値座標による高精度なレンダリングを行います。次に MSE 試験の概要について説明します。MSE 試験とはスラリーを試料に投射し、発生するエロージョンによる損傷を調べる試験です。スラリーとは細かな粒子を混ぜた水のことです。その粒子の大きさは約1マイクロメートル。粒子1個あたりの損傷深さは10から50ナノメートルです。スラリーは霧状であることから、試料にかかる圧力は小さく、圧力による破壊は発生せず、ほとんどの試料表面の損傷は粒子衝突によるものです。スラリー中の固体粒子は、MSE ガンの中で圧縮空気の膨張により圧力を加えられ、ノズルから噴流で試料に投射します。その衝突速度は時速 360km に達します。衝突する粒子の量は1秒あたり数十億個に上ります。その結果、エロージョンによる損傷が発生します。高速な粒子衝突速度から、エロージョン深さの進行は高速であり、短時間で MSE 試験は完了します。スラリー投射によって発生するエロージョン摩耗は、試料表面にクレーター状のエロージョン痕を形成します。このエロージョン痕を表面粗さ計によりスキャンすると、その断面曲線が得られます。一定量の粒子を投射するたびに断面曲線を測定すると、投射量あたりのエロージョン深さの進行速度がわかります。この速度は、強い材料であれば遅く、弱い材料であれば速くなります。IMSE 法は、このエロージョン深さの進行速度に注目し、機械的な強さによる材料表面下の微細構造を可視化する新しい技術です。次に IMSE 法のアイデアを説明します。地形を表現する方法の一つとして、同じ標高を線で結んだ等高線地図が利用されています。等高線が狭くなるほど険しい地形であることを示しています。地形の起伏を強調する方法として、傾斜量図があります。これは等高線から勾配を計算し、勾配の強さ、すなわち傾斜量を地形図と合わせてレンダリングしたものです。IMSE 法は、等高線の代わりに、MSE 試験で測定した断面曲線を等投射量線として利用し、
軽車両の代わりにエロージョン摩耗速度を利用します。エロージョン摩耗速度を断面曲線と合わせてレンダリングすると、機械的強さの強弱で可視化した材料表面の断面微細構造が得られます。これが IMSE 法のアイデアです。次に IMSE 法の可視化方法を具体的に紹介します。IMSE 法は、はじめにエロージョン痕プロファイルを垂直方向にスキャンします。これは横軸に粒子投射量、縦軸にエロージョン深さを取った一次元グラフとなり、エロージョン曲線と呼んでいます。エロージョン曲線は投射粒子量に対する深さの進行を表現しており、材料表面が TIN のような摩耗に強い被膜と、鋼のような被膜に比べて弱い機材で形成される層状の材料の場合、折れ線グラフとなります。傾きが緩やかな領域は TIN のような強い層を、傾きが急な領域は鋼のような弱い層を示唆しています。このエロージョン曲線は、測定範囲内の任意の水平位置で計算することができます。次に、エロージョン曲線を各サンプル点での傾き曲線に変換します。この局所的な傾きの量は、投射グラムあたりのエロージョン深さを意味することから、エロージョン摩耗速度と呼んでいます。雑音の影響を低減するため、IMSE 法は、スライディングウィンドウ回帰分析を用いて、エロージョン摩耗速度を推定します。エロージョン摩耗速度をエロージョン痕プロファイルと合わせてレンダリングするために、投射量の関数であるエロージョン速度を深さの関数に変換します。断面曲線の各サンプル点を頂点と考えると、同じ投射量で隣り合うサンプルは辺で結ばれます。そして同じ水平位置で隣り合うサンプルを辺で結ぶと、四辺形が形成されます。四辺形の頂点は先ほど計算したエロージョン速度を持っており、四辺形内部を周囲4頂点から2次元補完した速度で塗りつぶします。こうしてエロージョン摩耗速度を深さの関数に変換できます。IMSE 法は2次元補完法として平均値座標 MVC を利用しています。MVC はコンピュータグラフィクス、特にモーフィングでよく利用されるメッシュパラメトリゼーション技法であり、スプライン補完よりも高精度かつ高速であることが知られています。すべての四辺形に対し塗りつぶしを行ったものを速度分布と呼びます。最後にエロージョン痕プロファイルと速度分布を合わせてレンダリングし、断面微細構造を可視化します。次に IMSE 法による材料表面の断面微細構造の可視化例を示します。はじめに単層 TIN 膜付きの高速度鋼の例です。資料は3種類準備し、このうち2つは市販のドリルビットです。いずれの資料もカタログデータでは TIN 膜により耐摩耗性が高いと主張しています。外観は金色であまり区別できません。実験条件は以下の通りです。こちらが可視化した断面微細構造です。色はエロージョン摩耗速度に対応しており、赤色は機械的強さが強い領域、青色は弱い領域を示しています。これらの可視化結果から、膜が最も厚いのはサンプル1で、その厚さは平均 1.19 マイクロメートルです。また、膜はサンプル2よりも1の方が均質であることがわかります。なお、サンプル3は TIN 膜の存在が確認できませんでした。次に、高分子複合材である繊維強化プラスチックの IMSE 法による分析例を示します。資料は製造パラメータの異なる2種類を準備しました。可視化画像は、
速度分布の周波数分析及び合成を用いて、炭素繊維と推定される領域を白く着色しています。サンプル6は5よりも炭素繊維の分布が不均一であることから、機械的強さはサンプル5の方が高いことが推察されます。なお、可視化画像と断面の顕微鏡画像は相似であり、IMSE 法による断面微細構造画像は信頼できることがわかります。この動画では固体材料表面下の断面微細構造を可視化する新しい技術、IMSE 法をご紹介しました。その特徴は、MSE 試験データで得られた断面曲線を利用すること、エロージョン摩耗速度により微細構造を記述すること、スライディングウィンドウ回帰による雑音の影響の低い速度推定であること、平均値座標による高精度なレンダリングであることです。IMSE 法は薄膜の厚さや機械的な強さと断面構造を同時に測定できる、SEM を補完する技術であります。薄膜や塗膜の分析、表面処理の分析、樹脂や高分子材料の分析など様々な材料での利用が期待されます。